皆さんこんにちは。看護師のしきです。実は今夜勤の前の時間なんです。いつもより準備が早く終わったのでリクエストをいただいていた私が夜勤の時に持っていくカバンとご飯紹介しますね。もう私は夜勤に持ってくのは必要最低限で、病院が家から電車で時間がかかるんですよ。っていうのも以前病院のすぐ近くに住んでたことはあるんですけど、そうすると仕事の日も休みの日も同じ景色だったので、休みの日はやっぱり景色を変えたいなと思って今ちょっと電車で離れたところに住んでいます。なので夜勤明けの電車が混むことが結構多いので、軽めに最小限にして疲れないようにしてます。ではまず一つ目、スマホ iPhone ですね。実は 10R に変えたばっかりで、まさに昨日なのでケースがまだ届いてないので袋に入れて保護してます。一昨日までは iPhone7 を使ってました。本当は11にしようかと思ったんですけどちょっと高すぎて、なのでお手柄価格になっていた 10R にしました。これで QOL が上がりますね。次は財布。私の財布はキティちゃんのリンゴ。財布っていうかもう小銭入れですね。私もう電子マネー派なので全部買い物は iPhone でするんですよ。なんですけどたまにお金が必要な時があるので一応小銭だけ持っていく感じですね。だから財布持ってないんです。これしか。これはなんかの付録で小銭入れにいいなと思ってその雑誌を買った記憶があります。次は化粧ポーチ。って言っても夜勤はもうほぼすっぴんというかもう最低限ですね。マスクで隠してます。っていうのももう夜勤の時に化粧を落としたりとかあと化粧したりとかいうそういう時間はないので本当に最低限ですね。よく使うのは夜勤明けに使うものでリップですね。あと保湿。リップって言ってもおしゃれとかじゃなくて血行を良くするためのものですね。夜勤明けってなんかちょっと血色悪いというかちょっとなんか顔色が悪くなっちゃうので口にね塗るだけでも印象変わるのでリップは結構大事に使ってますね。あとノートとペン。このノートは思いついたこととかアイディアひらめいたら書きますね。結構動画のこととかスマホのメモとかもよく使うんですけど、なんか書いた方が想像力が増すというかなんか書いた方がいいなって言った時には結構使うのでいつも持ち歩いてますね。ノートは可愛い方がやる気が出ると思うタイプなのでいちごの可愛いノート使ってます。あとは Kindle ですね。小説とか本は全部これに入ってます。結構私本が好きで小説は Kindle で漫画は iPhone の Kindle に分けて使ってます。行きの電車とか結構油断するとスマホばっかり見ちゃうのでそういう時間も無駄にしないようになと思って本を常に持ち歩いてますね。ハードカバーだとすごく重くなっちゃうじゃないですか。でも Kindle はもうこれで全部入っちゃうのですごく重宝してますね。あと歯ブラシですね。これはミニーちゃんの夜勤仮眠が取れたらその前後とか朝食後とか結構夜勤中は歯ばっかり磨いてる気がしますね。あとはティッシュとハンカチ。これ何のハンカチだろう。これは謎解きで謎が解けた後にもらったハンカチですね。私すごく謎解きが好きで難易度が高いやつほどやりたくなるので今結構いろんなとこで謎解きイベントがあるんですよね。だからお休みの日とかは1日かけて謎解いたりしてますね。これ去年の地下謎で地下鉄に乗りながら謎を解いていくやつですね。これ今年もあるので今月どこかで行こうかなって思ってます。あと充電器。これは普通ですよね。皆さん絶対持ってきますよね。やっぱり夜勤中充電減っちゃうんですよ。休憩中とかやっぱついスマホ見ちゃいますよね。あと私仮眠が十分に時間取れれば、ちょっとでも寝た方がいいと思って寝るんですけど、例えばもう10分しかないとかそういう時もあるんですよ。そうするともう寝ちゃうと起きれなくなっちゃう気がするので漫画とか読んでます。さっき
Kindle でよく小説読むってお話ししてたんですけど、漫画もすごく好きで、今鬼滅の刃とか、あと琴の部活の話、この歌止まれっていうのがすごいハマってて、めっちゃ面白いのでぜひ見てみてください。あとおすすめの本とか漫画とかあったら教えてほしいです。本当に本と漫画が私の癒しですね。これが最後ですね。鏡、これはコリラックマの鏡です。スライド式で、キーホルダーが本当はあったんですけど取れちゃったんですけど、結構愛用してます。次、ご飯ですよ。なかなかバッグの後にご飯を紹介する人はいないんじゃないかと思って、今日は特別に紹介しちゃいたいと思います。本当は作りたいんですけど、今日は寝てましたなのでコンビニで買ってきました。病院の近くにもコンビニあるんですけど、ちょっと飽きちゃったので今は家の近くのコンビニで買って病院に行ってます。最近ハマってるのがお稲荷さんですね。結構朝とかも乾燥してて口の中も乾燥気味で、だけどお稲荷さんってちょっと湿っててなんか食べやすいんですよね。なので朝ごはんはお稲荷さん食べてます。ただこれが問題があって、つゆが滴り落ちるんですよ。ちょっと今もちょっと危ない香りがしたので、ちょっと袋に後で入れます。なので皆さん買うときはつゆに気をつけて。あと水分は1リットルのお茶と500ミリリットルのこのビタミンミネラル系をいつも買ってますね。お茶はやっぱりすごい飲むんですよね。さっきも言ったんですけど、病棟特に今の時期すごい暑くて暖房で、だから乾燥しちゃうので1リットルいつも持ってってて、本当はもったいないから1リットルの水筒とか買おうかなとも思ったんですけど、1リットルの水筒ってめっちゃでかいんですよ。かつ重いので毎回コンビニで買ってますね。あと1本甘いもの 500ml 買ってますね。ビタミン補給。お祈りさんの匂いする。ちょっと危ないです。あとは甘いパンとか。夜勤ってご飯しっかり時間取れればいいんですけど、結構取れないことも多くて、そうすると2時頃とか3時頃とかお腹空くんですね。なのでそういう時にこうパパッと食べられるような菓子パンみたいなのをいつも1個持ってってますね。今日はランチパック。あとおにぎりは朝ごはんもなかなか忙しくて食べれない時もあるので、パパッと食べやすいようにもおにぎりにしてますね。2時3時とかはめっちゃお腹すくんですけど、朝5時ぐらいにめっちゃ眠気が来るんですよ。ものすごく眠くなって、だいたい6時に検温が始まるので、5時から6時の間で余裕があれば朝ごはん食べるんですけど、その時あんまりお腹が空いてないのでおにぎりで少なめにしますね。今気づいたんですけど、私今晩の夕食買い忘れましたなんで忘れちゃったんだろう。買いに行かないといけないですね。夜勤のご飯とかも食べやすいとかすぐに食べられるとか、そういうのを意識して買ってますね。皆さんいかがだったでしょうか。なかなか普段見ることができない看護師の夜勤の前のカバンの中身と、あと夜勤の前のご飯、コンビニでしたけどをご紹介しました。やっぱり普段何気なく持ってってるカバンだったりとか、そのご飯を改めて動画で紹介するとちょっと恥ずかしいんですけど、こういう風に働いてる看護師とかの裏側とかご紹介して、看護師に興味を持ってもらえたら嬉しいなと思います。どうしても大変なお仕事ではあるんですけど、その中でもちょっとでもこう楽しいなとか、そういうものが見つかったらいいなと私は思っているので、もしこの動画を看護師さんが見ていたら、皆さんもどんなものを持っているかぜひコメント欄で教えてくださいね。あとリクエストとして、夜勤明けのモーニングルーティンを見たいっていうリクエストも多数いただいているので、明日夜勤明けで撮れたら初めてのルーティン動画を撮ってみようかななんて思ってます。皆さんこれからも動画楽しみにしててくださいね。それでは今日の動画は以上になります。この動画が良かったよという方はぜひグッドボタンやチャンネル登録お願いします。動画のリクエストや感想もコメント欄でお待ちしておりますよ。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。